自分の夫からの暴言に耐えきれず家出してきたという義妹。最初は同情して受け入れていたが、次第に自分勝手にわがままし放題になった彼女に耐えられず、私は夫に相談した。しかし、お前は我慢が足りない。文句を言うなら出て行け。義妹をかばって私を責める夫と、そんな私を見てほくそ笑む義妹。とうとう頭にきた私が取った行動は、私の名前はエリナ。都心へのアクセスがいい郊外の一戸建てに住み、アパートをしている主婦だ。私たちには息子がいるが、就職を機に家を出たので、今は夫と二人で暮らしている。夫には一回りほど年の離れた妹がいる。彼らが幼かった頃、義両親は家業が忙しく、夫が義妹の親代わりになっていたそうだ。その影響があるのか、義妹は夫にとても懐いており、私との結婚も反対していたらしい。顔合わせや結婚式で義妹と顔を合わせた時にも、彼女は夫や義両親にはニコニコしているのに対して、私にはいつも仏頂面をしており、不愛想だった。夫との結婚後も、彼女とは義実家の行事で顔を合わせることがある程度で、お互いの家を訪問したことはない。義妹も結婚しており、子供もいるが、家族同士の交流などもなかった。彼女にとって私は大好きなお兄さんを奪った女。いい印象は持っていないのだろう。それでも顔を合わせるたびに感じの悪い態度を取られるのが辛くて、私は義妹が苦手だった。ある日の休日、そんな義妹が突然子供を連れて我が家を訪ねてきた。お兄ちゃん。カナ、どうしたんだ、そんなに泣いて。彼女はやってくるなり、夫に泣きついた。そして、信じられないようなことを言ったのだ。お願い、少しだけ、ここに住ませてほしいの。義妹曰く、彼女は義妹夫からたびたび暴言を吐かれていて、それに耐えきれず家出してきたらしい。実家に帰ることも考えたが、実家は子供の幼稚園から遠くて不便。そのため、新しい家を決めるまでの間、我が家に住ませてほしいということだった。頼れるのはお兄ちゃんだけなの。お願い、お兄ちゃん。泣きながら話す彼女を慰めながら、夫が言う。そうだったのか。なあ、エリナ。部屋は息子が使っていた部屋が余っているし、新しい家を決めるまでの間だけだ。俺はカナたちをここに住ませてやりたいと思うけど、お前はどう思う？私は正直迷った。苦手な義妹と一緒に暮らすことに抵抗があったからだ。しかし、幼稚園から遠い義実家では彼女の子供がかわいそうだし、親の都合に巻き込まれただけの幼い子供を不憫に思う気持ちが勝り、少しの間だけなら我慢すればいいかと彼女たちの同居を許可することにした。しかし、この選択が過ちだったと気づくのに、そう時間はかからなかった。私たち夫婦が1階、義妹親子が2階で生活し、掃除や洗濯は各自、食事は義妹から食費をもらって私が作る。ざっくりとルールを決めて、義妹親子との共同生活が始まった。最初は問題なく過ごせていたのだが、2週間ほど過ぎた頃から問題が起こり始めた。またか。義妹が洗濯物を私たち夫婦の分に紛れ込ませていたり、掃除をサボったり、ルールを破る行動を取るようになってきたのだ。最初はやんわりと注意していたのだが、彼女を悪びれる様子が全くなかった。洗濯物が紛れていた？私たちの分なんてちょっとだけなんだから、一緒に洗ってくれたっていいじゃないですか。掃除？少しくらい汚れてたって困りませんし、口出さないでもらえます？悪びれる様子がないどころか、感じ悪く言い訳されたり言い返される。しかも私が注意すると、そんな態度を取るくせに、夫が言うと素直に謝るから、たちが悪い。
かな、最初に決めたルールなんだから、きちんと守らないとダメじゃないか。はーい。ごめんなさい、お兄ちゃん。愚痴では素直に反省する義妹だったが、その後も行動は改善されない。だんだんと共同生活が辛くなり、私は夫に訴えた。やっぱり、私かなさんと暮らすの辛いわ。子供には悪いけど、義実家に帰ってもらえないかしら。まあまあ、そんなこと言わずに、もう少しだけだから我慢してくれ。な。義妹をかばう夫に思うところはあったが、夫と口論しても仕方がない。この暮らしがずっと続くわけでもないという希望もあり、私はおとなしく我慢することにした。そんなこんなで共同生活を始めてから1ヶ月が過ぎた頃、今度は私の私物がなくなるようになった。最初は気のせいかと思うようなヘアゴムなどの小物だったが、次第にアクセサリーや化粧品など、気のせいでは済まないようなものまで見当たらなくなっていった。あれ？また見当たらないわ。ある時、お気に入りのポーチが見当たらなかった私は、何気なく義妹に聞いた。かなさん、私のポーチ知りません？青い花柄のものなんだけど。すると彼女は不愉快そうに顔をしかめて逆ギレしてきたのだ。はあ？私が盗んだって疑ってるんですか？いえ、そうじゃなくて、どこかで見かけてないか聞きたかっただけなのだけど。私が知るわけないじゃない。自分のものくらい自分で管理してくださいよね。彼女の態度の悪さに、私は彼女が盗んだんだろうなと思った。そこで夫に頼み、彼女の荷物に紛れていないかを聞いてもらうことにした。かな？お前の荷物の中にエリナのポーチ紛れてないか？ちょっと前から見当たらないらしくて。ポーチ？もしかして、これかな？ごめんね。うちの子が勝手に持ってきちゃったのかも。そう言い訳をしながら、私のポーチを素直に夫に渡す義妹。夫には申し訳なさそうな顔をしていた彼女だったが、夫が見ていない隙に私のことをきっと睨んできた。それから義妹の問題行動は加速した。私たちがどう過ごそうが、私たちの勝手でしょ？口出ししないでくれます？おばさんになると心も狭くなるのかしら。やだやだ。家に夫がいない時間帯を狙って騒音を出したり、私のことを罵倒したり、さらには食事内容に文句を言って食費を払わないようにもなってきた。もちろん、夫のいない時にだ。うわー、やだこれピーマン入ってるじゃない。うちの子はピーマン食べれないのよ。やだ、辛いもの嫌いなのに、こんなの食べれないわ。食べれないものを出されたんだから、食費は払わないでいいわよね。私はそんな義妹のわがままや問題行動の数々に耐えきれず、再び夫に同居解消を訴えた。あなた、やっぱり私もう限界よ。かなさんには旦那さんのところに帰るか、義実家に行ってもらいたいわ。負担かけてて悪いな。けど、もう少しだけだから、いさせてやってくれないか？頼むよ。ヘラヘラと笑い、私の訴えを聞いてくれない夫。そんな夫の態度にもイライラしてしまう。無理よ。何度も言ってるでしょ。もう限界なの。私の訴えを聞いた夫は態度を一変し、ため息をついて、蔑んだ目で私を見た。まったく、お前は我慢が足りない。しかもカナから聞いてるぞ。お前、カナに嫌がらせしてるんだって。いくら気に食わないからって、それはどうかと思う。私は自分の耳を疑った。誰が誰をいじめてるって。私？なぜそんな話になっているのだろうか。お前には言わないでくれってカナから言われたから今まで何も言わなかったが。カナも我慢してくれてるんだ。お互い様なんだから文句言うなよ。ちょっと待ってよ。
私、かなさんに嫌がらせなんてしてないわ。信じられないことを言う夫に驚き、私は慌てて訂正する。しかし、夫は聞く耳を持ってくれない。かなが言ってるんだから間違いないだろ。文句を言うなら出て行けよ。そんな。夫の言葉に愕然とする。嫌がらせを受けているのは私の方なのに、全く信じず、欺瞞の言葉を鵜呑みにするなんて。元からこの家に住んでいる私に、妻である私に出て行けと言うなんて。欺瞞と夫の非常識さに怒りがこみ上げてくる。もう我慢の限界だ。とうとう私はある作戦を決行することにした。1週間後、仕事中の夫から電話がかかってきた。おい、カナから家の鍵が開かないと連絡があったけど、どういうことだ？夫曰く、彼のスマホに欺瞞から着信があったそうだ。彼女が言うには、子供を幼稚園に送って帰ってきたら、鍵が合わずに家に入れなくなっていたと言ったという。それに対して私は、どうもこうもないわ。自分の家をどうしようが私の勝手よね。もう私、カナさんと一緒に住みたくないの。だからカナさんがこの家に入れないように鍵を変えただけ。さらっと事実を伝えたが、夫はそれが気に食わなかったようで、なおも食ってかかってくる。なんだって、勝手なことをするな。だいたいその家は俺の家でもあるんだぞ。あら、あなた何を言っているの？ここは私の家よ。この家も土地も私が私の父からもらった私名義のもの。あなたのものなんかじゃないわ。そう。実はこの家と土地は私たちがまだ結婚していなかった頃に私が父親から譲り受けたもの。言ってしまえば夫も欺瞞と同じでこの家に住ませてもらっているという立場なのだ。何年も住んでいながらそのことを知らなかった夫に今更ながら呆れてしまう。なんだって？いや、けど、結婚してるんだから、俺のものでもあるはずだろ？あなた、何も知らないのね。結婚前からの所有物は、夫婦の共有財産にはならないのよ。嘘だと思うなら、調べてみるといいわ。言葉を失っている様子の夫に、私はさらに続ける。ああ、ついでに、外で騒いでいるカナさん、早く黙らせてくれない？うるさくて近所迷惑よ。そして私は夫の返事を聞くことなく、欺瞞のわめき声を BGM に通話を切ってやった。それから少しして夫が慌てた様子で家に帰ってきた。どうやら会社は早退したらしい。その時、ちょうど引っ越し業者が私の荷物や私の買った家財などを運び出していた。これは一体どういうことなんだ？お兄ちゃん助けて！エリナさんが私を追い出そうとするの！焦る夫と夫に泣きつく欺瞞に私は冷たく言い放つ。あなたに出て行けと言われたからお望み通り出て行こうとしているだけよ。そもそもこの家があるせいでカナさんたちと生活しなきゃいけなくなったんだし。けれどこの家は今の私には広すぎるから売ったわ。売っただと？そうよ。電話でも言ったけどここは私の家だもの。住むのも売るのも私の勝手よね。驚きを隠せない様子の夫に私は今までの不満をぶつけた。どう考えたって非常識なのはカナさんなのに、彼女をかばって妻である私を疑い責める夫ももういらない。あなたも家も手放して新しい場所でやり直すことにしたの。呆然とする夫と欺瞞。そんな彼らを見ながら私はさらにある事実を伝えた。そうそう。ここ駐車場になる予定で、来週にはこの家取り壊すから。さっさと荷物まとめて出て行ってね。そんな。夫も欺瞞も真っ青になっているが、私の知ったことではない。とりあえず、カナの旦那さんのところに行かせてもらえないかな。実家よりは便利だし、俺がいればカナも安心だろ。俺から頼んでみるから。そう言って夫は欺瞞の旦那さんに電話をかけた。我に返った欺瞞が止めようとするも、
すでに彼らは通話している。そして次第に夫の顔色が変わっていった。カナ、どういうことだ？聞いていた話と全然違うじゃないか。電話を切った夫が義妹に詰め寄った。どうやら義妹の夫曰く、義妹は家事も育児もろくにせず、ブランド物や美容関係のものに散財するという生活をしていたそうだ。さらに、そのことを注意したところ、彼女が逆ギレして家出したという。彼女の問題行動からなんとなく予想はできていたが、本当にそうだったなんて呆れてしまう。これにはさすがの夫も義妹を擁護できなかったようだ。それは、義妹は言い訳しようとしているが、しどろもどろで要領を得ない。なんだ、自分のことなのにきちんと説明もできないのか。ひどい。お兄ちゃんまで私を責めるの？ギャーギャーと言い争う二人を置いて、私は積み込みが終わった引っ越し業者と共にその場を後にしたのだった。その後、私たち夫婦も義妹夫婦もそれぞれ離婚した。この一件があって、義妹の元夫と話す機会があったのだが、彼から聞いた話によると、義妹は彼に対して稼ぎが悪い、もっと働け、家に帰ってくるな、などと日常的に罵っていたらしい。嫌気がさしていたところで義妹が家出し、せいせいしていたという。彼は離婚の話し合いの際、義妹から受けていたモラハラの証拠を突きつけて、子供の親権と慰謝料を勝ち取ったらしい。義妹は夫に泣きついたが、さすがの夫も彼女を拒否。義実家からも縁を切られたそうで、今はワンルームのアパートで節約生活をしながら一人寂しく暮らしているとか。義妹はどうやら当初私の夫に私の悪口を吹き込んで私を追い出し、夫と自分の子供とあの家で暮らそうと企んでいたらしい。その目論見が外れた今、改心して夫への依存がなくなることを祈るばかりだ。一方、私と夫はというと、俺は離婚なんて認めない。なあ、俺が悪かった。カナのことはもう解決したし、また一からやり直そう。夫は最初、私との離婚を受け入れず、やり直そうと言ってきた。しかし私は、周囲にいい顔をするために、面倒ごとを押し付けてくる夫を以前から不満に思っていて、長年我慢してきた。そして、今回の件で、私のことを信用していないということが分かり、もうこれ以上、夫婦関係を続けるのは無理だと思った。いやよ、もうあなたにいろいろ押し付けられて我慢するのは限界なの。なかなかうなずかない私を何とか説得しようとしたのか、夫は私たちの息子にも連絡を取ったらしいが、逆に諭されてしまったようだ。母さんはさ、今までずっと父さんに振り回されてるのを我慢してきたわけだし、そろそろ自由にさせてあげるべきじゃないかな。実の息子にまでそんなことを言われてしまった夫は、さすがに諦めたのか、しぶしぶ離婚に同意してくれた。財産分与で貯金の半分と住む場所を失い、さらにシスコンが原因で離婚したと、社内で噂が広がって、肩身の狭い思いをしているらしい。私はといえば、家と土地を売ったお金でマンションを購入。勤めているパート先からは、ありがたいことに正社員への昇格の話をいただいていて、仕事もプライベートも充実した毎日を過ごしている。まさか、義妹との同居が離婚にまで発展するとは思ってもいなかったけれど、もう何かに煩わされたり我慢することはないんだ。ひどく久しぶりに感じる身軽さを喜びながら、第二の人生を楽しもうと思う。